はい、こんにちは、こんにちは。今回もやっていきたいと思います。2週間、この iPhone 15 Pro を使ってきての感想ということでやっていきたいと思います。まず iPhone 15 Pro、どうだったかというと、控えめに言っても最高ということでね、この2023年の最新の機種っていうところでね、今2023年生きている我々がいかに最新の機種を味わうかっていうのは今しかできないことですし、すごい意義深いことだと思ってますので、十分にこいつはね活用してその良さを感じていきたいというふうに思っています。で15 Pro の特徴としてはもう何よりもね、このアクションボタン、アクションボタン最高ということで、皆さん何を割り振っていますでしょうか。僕の場合はもともとね、皆さんと一緒にね、こちらのショートカットを割り振ってこうメニューがヒュッと出て、そのメニューから選ぶっていうようなことを最初僕もやっていたんですけども、今僕は何をしているかというと、このアクションボタン長押しすると、はい、来ました。僕はそうなんです。僕はチャット GPT を割り振っていますと。というのは、iPhone でチャット GPT をガンガン使っていきたいなという考えがあります。僕の生活の中に取り入れていきたい、意識して使うためにこのアクションボタンにチャット GPT を割り振りました。使い方としてはこんな感じですね。iPhone で、チャット GPT-4 を、生活の中に取り入れたい、習慣化させるためのコツを教えてください。で入れると入りました。精度が高いっていうね。で送信します。チャット GPT-4 なんでね、これ回答も素晴らしい。僕の言いたいことの内容の文脈とかをちゃんと読み取って、それに応じた回答をしてくれるっていう力を持ってます。GPT3.5 と4これ比較すると、3.5 はもう言ってしまったらちょっとおもちゃみたいなもの。4かなり使えます。最近孫さんもね、ソフトバンクの孫さんも皆さんチャット GPT 使いましょうみたいなことをね、ちょっと企業に対してプレゼンしてましたね。僕心に刺さりましたよ。その言葉もありつつ、使っていきたいというふうに思っているところですね。で、ほら来ました。もう早速ですね、アプリケーションショートカットの作成で GPT-4 に簡単にアクセスできるようになるので習慣化しやすいということですね。でルーチンに取り組みましょう。ルーチン取り組むためにはここです。アクションボタンにチャット GPT を割り振ることで習慣化できると。習慣化させることで自分の生活がより良くなるっていうことですね。これはちょっと達成したくてですね、僕はここにチャット GPT を割り振っています。僕iPhone 14ではあまりショートカット使ってなかったんですけども、15ではさすがにガンガン使っていこうと思いまして、こういったものを割り振っています。その中でもよく使っているのはこれです。低電力モード。これオンオフができるんですね。トグル状態になってまして、これ使ってます。低電力モードにしてもね、特に、不便は今のところ感じてないので、積極的にね、その低電力モードを使っていこうかなと思っているのと、あとはそこまで使ってないですね。多分おそらくこれはどんどん切り替わっていくと思います。ショートカットいろいろ試して遊んでいく中で自分に合ったものを探していきたいと思ってます。あとはこのショートカットで言うとこれですね。昔Android 使った時に僕こっちよく置いてたんですけども、片手で操作してる時に電源消す時はここで消すみたいな感じですね。左手で操作してますよって時によし終わりって時にこう消すと、ここで指を伸ばしてこうでもいいんですけどね、こうでもいいんですけど、ヒューヒューヒューポチの方が僕は好きなんでね、何かもっとこういった使い方あるよみたいな話があったらぜひコメント欄にお寄せください。ちょっと参考にさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。そう、熱問題がありましたね。ただ最近 iOS を 17.0.3 にアップデートすることでそれを改善させましたよみたいな話題がありましたね。僕はそこまで、こんなもんかぐらいのレベルで使っていました。ただね、その Apple さんもちょっとね対応が早いですね。すぐパパッとアップデートしてくれて対策をしたということですね。あと他の問題点としてはやっぱ割れ問題ですね。割れに関してちょっと怖いので、やっぱ真珠モルのケースもねちょっと積極的に使っていってます。これもデザイン性がいいのでね、ちょっとうまく使い分けしていこうかなと思ってます。あとはバッテリーの持ちに関してですね、バッテリー持ちに関してやっぱプロマックスと比べたらプロの方が消費電力のスピードが速いということでね、そのバッテリーに対してもちょっと対策を打っていく必要があるなっていうところで、僕はその低電力モードもその一環でして、あと他にやっているのがこのバッテリー状態の
この中ですね、充電の最適化を上限 80% にすることで、バッテリーの負荷を和らげることができますよっていう設定があります。上限 80% にしてるんですけどね、僕特に使っていく中で不便さ感じたことないです。だいたい減っても 40%、30% ぐらいまでは減るんですけど、もうその頃はもう夜になっていて、毎回ですね、こういった、マグセーフに置いて充電っていう形にしてますので、もう今のところはこれで大丈夫かなと思っています。あと15に関してやっぱカメラですかね。カメラのこのログ撮影ってところで、ちょっといろいろ遊んでみましたので、ちょっと紹介していきたいと思います。この右側がiPhone で通常の撮影ですね。iPhone はもう自分で色を作ってくれています。多分赤色はちゃんと赤色を表現したりとか、ここの赤とかですね、緑はしっかり緑を出すというような、もう一つ一つのパーツでどんどんデジタル処理、ソフトで処理していく、おそらく AI とかも駆使して使ってると思うんですけども、ここ左側はログ撮影ですね。 iPhone 側では処理せずに後から色を自分で調整できますよっていう自由度の高いやつですね。こういったね、ちょっとプレミアプロであればいろいろいじれるので、このルメトリーカラーってやつとこのスコープを使って遊んでいきたいと思います。ちょっと作っていきますよと。まずやるのは、僕はまず基本補正からやります。自動ペッて、ある程度色がちょっとつきましたよと。でかつちょっとカーブも軽く入れますね。よいしょ。ちょっと持ち上げてこの暗いところ下げると、S 字みたいな感じでね、よくある形です。カラーマッチですね。で一致を適用やると、このプレミアプロが自動でここの iPhone が作ってくれた色を拾ってきたような形ですね。こう見るとやっぱ iPhone はこの赤色をしっかり表現してくれてるんですよね。一方でこのログ撮影の赤はなかなか赤色が出ない。特にここの赤とかもうっすらして、どこがこの赤なのかっていうのがちょっと見つけるのもちょっと苦労すると。でこっちちょっと白飛びしちゃってて、ここはうまくバランスをとってくれてますね。これが iPhone が自動で認知して、白いところはちょっと押さえてあげて、暗いところはちょっと引き上げて、で見えるってところが優れてるところなんですけども、ちょっと少しでもね、ちょっとこっちに合わせていきながら、ちょっと自分の好みの色にしていくってところをちょっとやっていきたいと思います。じゃあ、あとは色を作っていくんですけれども、だいたいこの強度だいたい強すぎるのでね、ちょっと下げてあげて、こんな感じですかね。ここの色がちょっとこうからこう黒つぶれをね、ちょっと改善させてあげるのと、あとはカーブでちょっとでもやっぱね、コントラストを出したい。グッと下げてあげて、こう結構淡い感じに一応なっちゃいますから、このクリエイティブでちょっと色をつけていきましょう。色を塗っていく感じですね。自然なサイドで色を塗っていくと、塗りすぎるとあれなので、ちょっと色がついてきたら緩めてあげる、色がついてきたら緩めてあげるっていう程度にすれば、比較すると、結構いい感じになってきてますよね。悪くないんじゃないでしょうか。猫ちゃんがいますね。猫ちゃん。これ3倍望遠ですね。これプロマックスだったらね、5倍できたんですけど、これ3倍です。猫ちゃん。猫ちゃんを写すと結構色がすごい薄くなっちゃってて、猫の位置がなかなかわからないので、やっぱシーンによっては何を見せたいかっていうのを考えた方がいいと思いますので、こういった場合はコントラストを強めてあげることで、暗いところをね、しっかり出すと。そうですね。さっきよりも猫ちゃんがちょっとね、よく見えるようになってきましたと。この色も結構いいんじゃないでしょうか。こういった色作りがね、ちょっと楽しいっていう、自分で作った色でこういった風に遊べるといいんじゃないでしょうか。これちょっとスナップ写真としてね。でもこういった枯葉とかもね、結構際立っていけるかもしれない。で、自分の好きな角度とかも撮りながらね。逃げられました。猫ちゃんありがとう。癒されましたよってことで。で、今これ移り変わったのは iPhone が自動で色を作ってくれた色なんですけども、こう見るとちょっときついですよね。赤がちゃんと出てるんですけども、ちょっと作られた色みたいな感じになってますので、好みになるんですけどね。さっきの自分の作った色も十分、この木とかもね、なんか素晴らしいですよね。すごいいい。こうすごいいいって満足できるのがいいですよね。
はい、あと別の撮影で良かったなって思うのが、これは昨日撮影したやつですね。通り雨、空の青い色が見えるんですけども、そう雨が降ってるんですよ。なんていうの、こう3倍望遠ですね。こう望遠にするとこの雨のね、こう描写がちゃんと見えるっていうのが結構テンション上がりますよね。あ、雨っていいなっていう、こう分かりますかね、気持ち。空の色とか太陽まではいかないんですけどね、見えるんですけれども、夕立で雨が降っている状況、これめっちゃ癒されますよね。これを iPhone で写すとこんな感じでね撮れるんですよ。綺麗ですよね。これが3倍望遠ですね。3倍望遠、さっきは2倍でした。はい、建物を背景に雨の描写が見えると。でこうコンクリートにね打ちつける雨たち、いいですね。これはもう何時間でも見ていられますよね。これは1倍ですね。1倍で撮影してますね。でこれ3倍撮影。はい、これもっと言って、はい、ズーム、デジタルズーム、これいいですね。デジタルズームちょっと荒いんですけれども、ただねプロマックスであればここね、5倍でズームできるんでね、やっぱこれもちょっとプロマックスの方に軍配が上がっちゃうのかなと思いました。いいですね。この草木がこう濡れてる感じ、いや最高。いいですね。こういうのも撮影できるっていうのがちょっと iPhone いいですよね。これでね iPhone の15 Pro 買ってよかったなって感じる瞬間ですよね。もう今はもうスマートフォン1台でこういった映像とかも撮れてね、それを味わえるっていうのは最高ですよね。最高。この木の感じ、木の背景でこう雨が降ってる感じね、いいんじゃないでしょうか。はい、また海外 YouTuber さんがですねちょっと面白い比較動画上げてましたので、その軽くかいつまんで紹介していきたいと思うんですけれども、はい、これマグセーフ、20W、30W、35W でどれぐらいで充電が満タンになるかっていうのをタイマー測って検証するというような内容になってますね。でスイッチオンということで、これ全部 0% の段階、電源が切れた状態でブスッとさしてスタートしてますね。でどうなるか、こいつから立ち上がりましたね。続いてここも立ち上がりました。こことここはまだ立ち上がってない状態ですね。 0%、はい、もう今の7分の時点で、どんどんこう差が出ているっていう形ですね。30分経過した段階で 35W はもうすでに 50% を超えてますね。30W、20W に関しては 47% と 45%。で一方マグセーフは30分経過した段階でまだ 26% っていう形ですね。たった30分でもう半分充電できてってもうすごいですよね。ここも誤差ですかね。45%、47%。もう30分でこれだけ充電できたらもう十分ですよね。めっちゃ早い。でさらに54分経過した段階でもうすでにこっち 80%、これも 80%、これも 80%。ここで分かるのは20ワットも 30W も 35W も55分経過した段階ではもう全部 80% に達してますよってなので、そこまで差はないっていうね。一方マグセーフに関してはまだ 35% の充電となっています。温度も測ってくれてますね。一番温度が高かったのはマグセーフです。はい、マグセーフはめっちゃ高い。これは華氏105度になってますので、約40度ぐらいですね。摂氏でいうと40度ぐらい。マグセーフが一番温度が高かったですね。に対して他のタイプ C 充電に関してはこういった状況ですね。マグセーフよりは若干低いと、マイナス5度ぐらいですかね、なってます。でも充電池はどれも熱いよって話ですね。でさらにタップ、電源タップとか充電アダプターを見ると、やっぱマグセーフの方が温度は高かったという検証結果でした。1時間44分の段階でこの 35W は 100% に達しました。で他は 99%、99% ですね。マグセーフだけが 62%。はい、で最終的にどうなったかというと、こんな感じですね。結果的には、100% に達した時間はこいつが一番早い 35W、1時間44分。ただ他も誤差で1時間46分、1時間46分で、20W も 30W も 100% になってます。で対してマグセーフは4時間かかってますね。 100% になるまで4時間というのは80% 達したらそこから一気に充電の速度は落ちちゃいますので、マグセーフが 80% に達したのはどれぐらいかって言ったら、2時間25分でようやく 80% に達したっていう状況なので、マグセーフは時間に余裕のある人、そこまでスピードを求めずに充電したいって方はマグセーフの方が逆にその利便性といいますか、ここはめちゃくちゃ高いので、私も、このベルキンさんのやつでこうね充電している感じです。
このベルキンさんの充電器、マグセーフ対応の充電器のおかげで、毎日充電することができています。充電し忘れることはもう一度もないぐらいですね。こいつのおかげで充電する習慣がつきました。はい、なのでマグセーフの方が僕は好きですね。タイプ C だとどうしてもなんか挿すのを忘れちゃったりすることがありまして、翌日充電してない、充電するの忘れたって感じで残数が少ないままねなっちゃうってこともちょくちょくありましたので、僕はマグセーフ派です。マグセーフ派。こういった検証結果を言っときながら、僕は結局マグセーフかいっていう話なんですけども、といった興味深い検証結果でしたね。20W でも 30W でも 35W でもそこまで、速度は変わらないよってことが分かるような動画でした。はい、とは言っても僕はマグセーフ派です。はい、ということで iPhone15 Pro を2週間使ってみた感想って形なんですけども、一言でまとめると iPhone15 最高ということですね。 iPhone15 Pro 最高ということですね。はい、ということでね、こんな感じでどんどんその iPhone の良さだとかですね、どんどん発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、ということで今回はこの程度にしていきたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。